実は今、部屋に置けるサイズの核融合炉を本気で狙う計画が静かに動き始めています。巨大な施設ではなく、直径1メートルほどの輪っかの中で電気の粒をぐるぐる回し、その力だけで核融合の火種を作ろうとしているのです。今回は新しく発表された電子蓄積リング型核融合について3つのポイントに分けて解説します。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。核融合の話を聞くと、多くの人が思い浮かべるのは巨大な実験装置の映像ではないでしょうか。例えば、トカマクと呼ばれるドーナツ型の装置や強力なレーザーを使う施設がその代表例です。国際熱核融合実験のITERのようなプロジェクトは、数兆円単位の費用と数十年という時間をかけて進められています。ITERの建設現場だけを見ても、その規模はサッカー場をおよそ60面並べた広さに相当します。さらに、完成すれば、プラズマを閉じ込めるトロイダル磁場コイルだけでも重さは数千トンに達するそうです。こうした超大型プロジェクトは国や一部の巨大企業のもので、工場やデータセンターの現場からはどうしても遠い存在になりやすいのです。正直なところ、多くの方には遠くの大規模発電所よりも自分の敷地内で安定した電源を使えるかの方が切実なテーマではないでしょうか。AI 向けのデータセンターが増え続ける中で、電力逼迫や計画停電のニュースに不安を感じる人も増えています。このような懸念を解消する一つの候補として登場してきたのが、巨大装置ではなく卓上サイズの電子蓄積リングを使って核融合を狙うという発想なのです。フュージョンハーモニーが提案する電子蓄積リング型核融合は、新しい発想で核融合反応を目指す技術です。この方式では、電子蓄積リングと呼ばれる直径1メートル強の円形加速器を用い、その内部で大量の電子を極めて高速で周回させます。イメージをつかむために、まずは机の上に置ける小さな遊園地を思い浮かべてみてください。円形のレールの上を電車のような乗り物が全力でぐるぐる回り、その真ん中にビー玉が吸い寄せられて集まっていく様子です。電子蓄積リングは、この小さな遊園地に少し似ています。輪の上を走るのは電子という電気の粒で、その大量の電子が作る見えない谷間に重い水素の粒を落とし込んでいきます。この見えない谷間が物理の言葉でいう静電ポテンシャル緯度と呼ばれるものです。電子が20メガエレクションボルト級まで加速されて輪の中を走り続けると、その電荷が作る電場の深さは50万から70万ボルトにも達すると計算されています。谷が深くなるほど、谷底に閉じ込められるイオンの数は増え、同じ体積の中に非常に多くの粒を押し込めることができます。通常の核融合プラズマよりもずっと高いイオン密度を人工的な谷の中にギュッと押し込んでいるイメージです。この時リングの中心付近には、重水素と三重水素のようなイオンが高密度で集められた領域ができます。電子蓄積リング型核融合の特徴として、この小さな領域だけで粒を激しく動かそうとしている点があります。プラズマ全体を1億度級に温めるトカマクとは考え方が違うのです。実は電子蓄積リングそのものは、もともと小型の X 線源として長年使われてきた装置をベースにしてきました。代表的なものがミラクルと呼ばれるリングで、これが今回の主役になっています。リングの中で電子を周回させ、医療や材料分析に役立つ X 線を取り出す用途では、すでに実績を積み上げてきました。この既存のミラクルを手元に移設し、今度は核融合の火種を引き出す方向に用途を広げようとしているのが、フュージョンハーモニーのアプローチです。つまり、全くゼロから新しい大型装置を作るのではなく、実績のある小型シンクロトロンに
核融合のための仕掛けを足していくアプローチなのです。核融合装置として使うためには、電子で谷を作るだけでなく、そこに集めた粒を追加の電圧差で押し上げる工夫も必要になります。粒はこの坂道を通るたびに少しずつエネルギーをもらい、何度も周回するうちに核融合が起きやすい速度域へと引き上げられていきます。こうして高密度かつ高エネルギーになった DT の雲の中では、粒同士が衝突して核融合を起こす確率が大きくなっていきます。公開されている計算では、小さな領域に十分な数の粒を入れられれば、2メガワット級の熱が得られるとされています。2メガワットというのはあくまで熱出力ですが、発電効率を3から4割と見れば、1メガワット弱の電力に相当し、小さめの工場ラインやエッジデータセンターの一部を賄える程度のスケール感になります。キュージョンハーモニーは最終的にこうしたモジュールを束ねて20メガワット級の小容炉を作る構想を掲げました。この発想が興味深いのは、大型トカマクやレーザー核融合と比べた時のスケールと役割の違いにもあります。巨大なトカマクが国全体のベースロードを支える同規模発電所を目指すのに対し、電子蓄積リング型核融合は工場や都市単位で分散配置される電源に近い立ち位置を想定しているのです。もちろんいい話ばかりではありません。電子蓄積リングの中で高密度なイオン雲を安定して作れるのか、長時間にわたって高電流のビームを維持できるのかといった物理面の課題があります。また、2メガワット級の核融合が実現した場合、強い中性子による装置材料の傷みや寿命、遮蔽に必要な厚みなど、工学的なハードルも一気に跳ね上がります。コアとなる電子蓄積リング自体は机の上に乗るサイズですが、実際にメガワット級の核融合炉として運転するには、遮蔽や冷却設備を含めて少なくとも建物の一角を占める装置になる点も忘れてはいけません。仕組みがシンプルに見える分だけ、物理と工学の両方でギリギリを攻めるプロジェクトでもあるのです。それでもこのアプローチを選ぶ理由は、既存の加速器技術とミラクルの実績を活かせる点にあります。大型トカマクのように一機の完成を何十年も待つのではなく、小型モジュールを順次改良しながら積み上げていくという成長パターンは、多くの製造業やスタートアップにとっても親しみやすいモデルです。不具合が出たモジュールだけを一時的に止めて交換できるなら、全体の停止リスクを抑えながら改善を進められるという利点も見えてきます。一方で、こうした核融合モジュールを産業現場に並べるには、規制や保守の枠組みをどのように整えるかという新しい課題も生まれます。2025年時点では、まだ机上計算と実験準備の段階にとどまっていますが、もし計算通りの性能が出せれば、分散型エネルギーの地図を書き換えるかもしれない一手と言えるでしょう。この構想が全くの絵空事ではないと感じられる材料も少しずつ積み上がりつつあります。まず前提として、この会社が使おうとしている小型リング加速器ミラクルは、すでに20年近く研究と実利用の歴史を持つ装置です。立命館大学や関連企業の施設では、このリングから取り出した X 線で材料の内部を撮影したり、微細な構造を調べたりする実験が日常的に行われてきました。その上で2025年には、このミラクルを使った新しい色の振る舞いを詳しく計算した例語論文がプレプリントとして公開されました。高いエネルギーまで電子を加速してリング内に溜め込み、50万から70万ボルト級の見えない谷を作った時に、どれくらいの密度とエネルギーで ET の粒を閉じ込められるかが、式と計算結果として丁寧に示されています。条件を満たせば、理論上は2メガワット級の核融合熱が得られるという結果も、具体的なパラメータ付きで提示されています。一方で、2025年11月時点では、この方式で DT 中性子が実際に観測されたという実験データはまだ公表されていません。装置本体の再稼働と
遮蔽設備の整備に向けて資金を集めている段階であり、計算の裏付けと実機の結果がようやくつながり始める入り口に立ったところと言えるでしょう。つまり、ミラクルそのものには豊富な実績がある一方で、新しい炉としての性能はまだ数字の上でしか語れない状態なのです。加速器を使った核融合関連技術の世界を見渡すと、アメリカではスタートアップが小型セルの中で30万ボルト級の電圧を実際に出し、中性資源としての実験を積み重ねています。また、加速器で起こした反応を使って医療用の放射性薬剤の製造を進め、すでに商用規模での供給体制を整えつつあります。こうした他社の事例は、加速器と高電圧を組み合わせた核融合技術が、少なくとも一部の用途では現実に動いているという証拠として参考になるでしょう。電子蓄積リング型核融合は、これらの流れと同じ川の上流にある、より野心的な案だと言えます。実績のあるリング装置と、公開済みの計算結果、そして世界の類似事例を並べてみると、この技術は夢物語と現実の工学のちょうど境界線に立っているように見えてきませんか？フュージョンハーモニーは未上場の小さな会社で、装置の再稼働と実証に向けた資金を集めている段階にあります。物理的な実現可能性も事業としての成立性もこれから検証していくフェーズです。この技術が確立していく上で、同社だけではなく、その周辺で部品やインフラを担う企業への注目が集まる可能性もあるでしょう。電子蓄積リング型の炉がうまくいけば、加速器の技術や真空の容器など、すでに強みを持つ企業にじわじわと追加需要の拡大が見込まれます。まず、ミラクルの製造元である光子発生技術研究所は、卓上型放射光装置として20年近くの実績を持つ企業です。電子蓄積リング型核融合が実用化されれば、同社の加速器製造技術への需要の拡大が期待されるとともに、加速器部品を提供する専門メーカーにも注目が集まるでしょう。例えば、住友重機械工業は、1972年に日本最大の AVF サイクロトロンを完成させて以来、様々なタイプの加速器を研究開発機関に納入してきました。三菱重工機械システムは、1959年に東京大学向けの電子加速器を製造して以来、多くの大型加速器プロジェクトに参画し、加速器の主要機器や周辺機器の設計、製造を行っています。真空部品や磁石などの専門部品を製造する中小企業も、電子蓄積リング型核融合の実用化が進めば、部品供給の面で重要な役割を担う可能性があるでしょう。アルバックやエドワーズは真空ポンプや真空計測機器を製造し、VAT は真空バルブを提供しています。また、武蔵野エンジニアリングは、高エネルギー加速器研究機構などの加速器施設向けに、アルミニウム合金を用いた真空部品の製作実績があります。磁石を製造する企業にも影響は波及します。電子ビームをリング内で周回させるために必要な電磁石や永久磁石の供給を担う可能性があります。プロテリアルは高性能なネオジム磁石やフェライト磁石を製造。信越化学工業はキド類磁石を含む各種磁性材料を製造しています。大企業にとって電子蓄積リング型核融合は明日の業績を左右する話ではありませんが、もし小さな炉が実用段階に入れば、充電や電気の事業で新しい受注の柱が一本増える可能性を秘めたテーマです。一方で、物理実証が進まないまま、計画が頓挫するリスクもあります。規制の影響で採算が合わなくなるリスクや、他の方式の小型核融合と蓄電池の組み合わせにコストで負けるリスクも無視できません。供給網の面でも、高電圧の電源や放射線に強い部材の確保がボトルネックになり、事業の広がりを制約する可能性があります。部屋に置けるサイズの核融合炉が実現すれば、工場やデータセンターの電力の選択肢は
大きく変わりますね。最後に、ここまでの内容を3つのポイントで整理しましょう。1つ目は、巨大なトカマクとは全く違うアプローチだということ。電子の輪による見えない谷で水素の粒だけを加速し、装置自体を高温にせず、粒子の運動エネルギーだけを高くするこの方式は、従来のプラズマ全体を加熱する方法と根本的に異なります。2つ目は、実績のある技術を土台にしていること。ミラクルという小型リング加速器は、卓上型放射光装置として20年近くの実績を持っています。3つ目は、分散型エネルギーの地図を書き換える可能性があること。大型トカマクは、国全体のベースロードを支える同位規模発電所を目指すのに対し、電子蓄積リング型核融合は、工場やデータセンターが敷地内に置く中型の自家発電装置に近い立ち位置を想定しています。他にも気になる話題や技術などがあれば、ぜひコメントで教えてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほど、と思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。